皆さんお待たせ、カレンゲームラボのカレンです。今回はもう間もなく開催される東京ゲームショウ2024に出展する話題性の高い中国韓国発信のゲームタイトルを紹介しようと思います。今年は23年と比べて話題性の高いタイトルが数多く出展されるので、かなり楽しめる内容となってます。すでに紹介しているタイトルもありますが、振り返りも兼ねて改めておすすめ12タイトル紹介します。また嬉しいことに今年も TGS 招待インフルエンサーとしてご招待いただきました。ありがとうございます。2年連続参加となるので結構嬉しいですね。それだけ我がチャンネルも評価いただけているということですかね。で、26日に参加するので、その時のレポート動画は後日出すので楽しみにしていてくださいませ。そして恒例のお知らせですが、10月よりチャンネル名と活動名変更します。こちらについてはコミュニティ欄に掲載しているのでぜひご覧くださいませ。ということで、チャンネル登録してないって野暮なやつはいないと思いますが、ぜひこの機会にチャンネル登録、高評価ポチッとお願いします。それでは曇りなき眼で見てまいりましょう。まず今回の TGS は過去最大級の規模を誇り、その中で注目度の高い一般展示部門からグローバル展開が決まっている話題性の高い中国韓国のタイトルを紹介しようと思います。最初のタイトルはブレイカーズ・アンロック・ザ・ワールド。リリース日は未定、ジャンルはアニメーション RPG、 開発はビッグゲームスタジオズジャパン、プラットフォームは iOS、Android、PC ということで、このチャンネルではおなじみのタイトル。今回の TGS は昨年に続き2度目の出展。まだブレイカーズ・アンロック・ザ・ワールドをよく知らないんだという方のために簡単に紹介。開発元のビッグゲームスタジオズは2020年10月に設立した韓国に拠点を置く新進気鋭のゲーム開発スタジオ。開発メンバーには7つの大罪の制作に携わったメンバーや、大ヒット作黒い砂漠で有名なパールアビスの関連会社ということで、ゲーム開発における高い技術を持ったスタッフが集まる開発スタジオ。さらに今年5月に角川との資本業務提携を実施したことで、角川の IP を利用したゲーム開発の促進や、日本国内におけるビッグゲームスが提供するタイトルについてパブリッシングを角川が協力するなど、今後ますます目に入ることが多くなる開発スタジオと思います。スタジオコンセプトは一本のアニメーションを見ているようなハイクオリティなグラフィックと、次世代モバイル RPG ゲームの開発を通じてユーザーの皆様にゲームの面白さだけではなく感動を与えられるゲームを提供することを目指していくということで、そんな開発スタジオが満を持して手掛けるオリジナル IP ブレイカーズ・アンロック・ザ・ワールドは総力をかけて開発中の日韓競争をタイトル。ジャンルがアニメーション RPG で、日本のクリエイターが参加しアニメーション部分について開発協力しているとのことです。映像を見てわかる通り、かなり力の入っている内容。要所要所馴染み深い演出やカットシーンがふんだんに採用されていて、親近感があり、どこか懐かしく分かりやすい表現であったり、日本のアニメや漫画表現を研究し生かしているのが分かります。個人的にこのシーンに出てくる名前のない女の子、実は意外と推しです。そして今回 TGS 用に制作されたプロモーション PV では、1年前と比べてヒロインのシオンのキャラデザに変更が加わったことと、冒頭主人公カイトが選ぶ武器がいつもと違うということで、何かしらの伏線が用意されているのかなとちょっとワクワクする感じです。去年の TGS でプレイした感じ、シンプルな操作で爽快なアクションを楽しめ、キャラごとの役割を持っていて仲間との連携攻撃をうまく使って攻略していくといった感じ。ただあくまでも1年前に体験した内容なので、もしかしたらバトルの要素大きく変わっているかもしれないです。例えばパリーやジャスト回避とかジャンプできたりとか、なんかいろいろ変わってそうな気がします。あるいはこういった要素を兼ね備えたキャラが増えているとか、何にしても超楽しみなタイトルで、トリプル A タイトルなのは間違いなし。これからリリースするさまざまなタイトルの中でも注目度が高く期待できる作品です。この1年でどこまでブラッシュアップされたか、 TGS 当日しっかりとプレイしレビュー動画出したいと思います。続いてのタイトルは運命のトリガーザ・ノービタ。リリース日は2025年。ジャンルは美少女ヒーローシューター。開発はサロアシススタジオ。プラットフォームは iOS、Android、PlayStation 5、Xbox シリーズ XS、PC。初出展となる本作はアンリアルエンジン5を採用し、
Call of Duty Mobile や Apex Legends Mobile の開発者たちが手掛けるヒーローシューター。空に浮かぶ天空都市を舞台に最大100名による生き残りをかけた異能系バトルロイヤルで、アニメ調でデザインされたキャラクター尖閣者たちが独特なスキルや多彩なオリジナル武器を活用し、生き残りをかけた戦闘を繰り広げるといった内容。独特なスキルや多彩なオリジナル武器を活用し、広大なオープンワールドを縦横無尽に乗り物で疾走したりと、様々な戦闘体験が楽しめ、映像の雰囲気がフォートナイトっぽさを感じさせつつも、スピード感のある戦闘は Apex を踏襲したりと、楽しいが詰まったヒーローシューターで PV 見ているだけで遊んでみたいってなりますね。そして何よりもアニメ調で描かれるキャラのデザインが本当によくできていて、これだけでもちょっと興味が湧いてきますね。本タイトルは25日よりアルファテストが実施される予定で、23日までテスト参加者募集中なので、興味ある方はまだ間に合うので応募してみてくださいませ。続いてのタイトルはドールズフロントライン2エクシリウム。リリース日は未定、ジャンルは戦術ストラテジー育成 RPG、開発は3本、プラットフォームは iOS、Android、PC。本作は2023年12月に中国で先行リリースしており、中国版も日本語吹き替えがされていたので、いずれ日本展開すると思ってたのですが、1年経ってやっとという感じですね。ドルフロは様々な派生作品があり、本作の世界観はドールズフロントラインから10年後の物語となってます。本作についてはドルフロ知らなくても入りやすい内容となっていて、遊んでいて深く知りたい場合はドルフロ公式サイトや解説動画などで保管するのもありです。本タイトルは今までの 2D チビキャラがわちゃわちゃする感じとは打って変わって、闘神によるリアルさを出した戦略シミュレーションとなっていて、結構楽しめる内容となってます。細かい時系列やシステム面、そしてバトルについてはこちらの動画で詳しく解説しておりますので、興味ある方はご覧くださいませ。次に紹介するタイトルは The First Breakers 火山。リリース日は未定、ジャンルはソウルライクコアアクション、開発はネクソン子会社のネオプレイ。プラットフォームはプレイステーション、Xbox、Steam。本作はネクソンが運営しているアラド戦記の世界観を踏襲したアクション RPG。8月にドイツケルンで実施されたゲームスコム2024で初お披露目となり、ソウルコアアクションとして注目度の高いタイトル。独自の 3D トゥーンレンダリングを採用していて、ちょっと普段から見慣れているアニメ調とは深みが違う感じがしますよね。またゲーム自体はダークファンタジーの要素が強く、エルデンリングや赤狼、ダークソウルを彷彿とさせる内容です。また24年2月末頃に小規模によるフォーカスグループテストが実施され、テスト時に行われたアンケート結果は好評で、その中でも特にグラフィック面とボス戦に対する評価が高かったようです。これはかなり期待度の高い CS タイトルで、最近では中国のオリジナル IP 悟空が話題となってましたが、それに引けを取らない内容と推察しております。今回の TGS で日本初お披露目となるので、しっかりとプレイして後日レビューしたいと思います。続いてのタイトルはストーリーノバ。リリース日は未定、ジャンルはタクティカル TPS、開発はアイドリームスカイ、プラットフォームは iOS、Android、Steam。本作は2023年に中国で先行リリースしており、日本でのリリースが近づいてきたのかなといった印象。日本国内でもすでに数回にわたるベータテストが実施されており、問題なければ今年中にもリリースされそうな気がします。本作は PVP を主体とした美少女ガンシューティングで、攻撃側と防衛側に分かれて戦うモードやチーム対抗戦など様々なモードで遊ぶことができ、ランクを上げて強い相手がいるランクで活躍していくといった内容で、これだけだとよくある TPS なんですが、本作の売りとなるシステムはキャラクターが紙のようにペラペラになり、高所から滑空ができたり、銃弾を避けることができたり、さらに壁に張り付くことができるなど、面白いシステムが採用されていて、これにより今までの TPS と違った戦闘体験が可能となってます。これが結構楽しめる要素で、壁に張り付くことで敵の裏を突くことができたり、TPS では被弾を少なくするお決まりの屈伸しながらの射撃と、
ペラペラ状態を組み合わせることでさらに被弾率を下げることができたりと、極めるとかなり深い遊びができる内容となってます。また開発プロデューサーのコメントでは、本作を競技系タイトルとして運営していく方針をとっていることから、今後グローバル展開された際には e スポーツの大会などを開催されるのではないかと推察します。 TPS が得意な方にはうってつけのタイトルですね。そして本作の魅力はバトル以外にもあり、ホーム画面上で推しキャラをめでる要素。この画面見てまさか PVP ガンシューティングとは思わないですよね。本作の細かい内容についてはこちらの動画で紹介しておりますので、興味のある方はぜひご覧くださいませ。続いてのタイトルは名鳥。リリース日は2024年5月23日。ジャンルはオープンワールドアクション RPG。開発は黒ゲーム。プラットフォームは iOS、Android、PC ということで、今年で3年連続の出展となる黒ゲーム。皆さんご存知の名鳥のブース出展となります。今回はすでにリリース済みのゲームとなるので、目的が名鳥と黒ゲームのさらなる認知拡大が大きいのかな。内容としては現バージョンの私有や現在公式 X で紹介されている新キャラ椿やトートーのお披露目的な場になりそうな気がします。お披露目といっても私有体験ができるような内容ではなく、等身大ポップとか椿やトートーのレイヤーさん、あと総利用のレイヤーさんとか出てきそうですね。結構人気出てきているキャラなので絡めてきそう。名鳥のプロモーションはかなりお金をかけているので、今回もプロモーションのあるべき姿を見せてくれるのではないでしょうか。力の入ったブース展開を期待しちゃいますね。この動画作ってるのが17日なので、もしかしたら20日の公式配信で何かしら情報が出てるかもしれないです。何にしてもどんなブースになっているのか当日しっかり見てこようと思います。次に紹介するタイトルはアークナイツエンドフィールド。リリース日は見て、ジャンルはオープンワールドストラテジー RPG。開発はハイパーグリップ。プラットフォームは iOS、Android、PC。ついに TGS 出展ということで、かなり期待しているタイトルの一つとなります。アークナイツ自体、話題性、人気度ともに高い作品で、2019年にリリースしたディフェンス系ゲーム、物語の奥深さや魅力的なキャラクターなど、ユーザーに刺さり、今なお人気の高い作品。リリースした当時は中国国内でリリースされる他社タイトルは大抵アークナイツを比較対象となるほどの人気っぷり、今でいう原神のような位置づけ。そんな本作はアークナイツのナンバリングタイトルということで、物語はオリジナルであるものの、アークナイツ本編とどこかつながる内容となっていて、既存ファンはもちろん新規ユーザーも楽しめる内容となってます。そして本作の売りとなる要素は、各地に電力を供給し、様々な設備を開発し、探索に必要となるアイテムの生産ラインの建設がかなり楽しめる内容で、どうしたら効率的にアイテムを生産できるようになるか、あれこれ考えているだけで時間が経ってしまうくらい楽しめる内容。バトルはシミュレーションとアクションを足したような内容で、アクションしておらず、お手軽にバトルを楽しむことができ、ストーリーもアークナイツナンバリングだけあり、奥深さもあって楽しめるので、万人受ける内容と推察します。本作について気になる方はこちらの動画で詳しく解説しておりますので、ぜひご覧くださいませ。続いてのタイトルはメカブレイク。リリース日は未定。ジャンルは超高速ロボットメカアクション。開発はアメージングシーズンゲームス。プラットフォームは PS5、Xbox シリーズ XS、Steam。本タイトルは様々な性能のメカブレイクを操縦し、様々なミッションをこなし、ランク上位を目指していくという内容。3vs3 または 6vs6 の対戦モードのほか、リリース時には広大なマップに PVE 戦を盛り込まれたワンチーム6人、最大60人参加のバトルロイヤルモード、マシマークも用意される予定とのこと。前回ベータテストでプレイした時は 6vs6 のチーム戦で遊んでみて最初に思ったのは、ロボットアクションではよくある行動後の硬直が少なく、行動後の制約を極力少なくして次の行動に移せることでアクション性の高い内容になっていることや、ブースト機能と併用することでスピード感の高い戦闘体験ができるので、遊んでいてマジ気持ちがいいです。そしてメカのバリエーションが豊富で、それぞれ役割もあり、自分の戦闘スタイルに合ったメカを選べることができたり、メカのカラー変更や性能強化など
同じメカでもカスタマイズ要素があるので自分専用機を作ることができてしまうという、なんともロマンあふれる内容。さらに自分のアバターキャラのメイキングができるので感情移入しながら戦場に出ることができます。そして様々なミッションが用意されているので某ロボットアニメの再現も可能かもしれない。バトオペガンダム VS アーマードコアの良いところを踏襲し、今までのロボットアクションとはまた別の感じで遊ぶことができます。ということで詳しいことはこちらの動画で解説動画出してますので、興味ある方はぜひご覧くださいませ。続いてのタイトルはツリー・オブ・セイバー・ネバーランド。リリース日は2024年。ジャンルはセカンドライフ MMORPG。開発は空間エンターテインメント。プラットフォームは iOS、Android、PC。空間エンターテインメントは TGS2 度目の参加で、前回は22年に三国志新戦を出展していて、全世界で1億ダウンロードを突破する人気タイトル。そんな人気タイトルを開発している空間エンターテインメントよりリリースされるツリー・オブ・セイバー・ネバーランドは日韓の国際チームによって共同制作され、その中でも本作美術監督のキム・ハッキュさんは韓国の4大プロデューサーの一人と言われ、ラグナロクオンラインやグラナドエスパダの開発者としても知られる有名ゲームプロデューサー。音楽監督には百英雄伝やテイルズ・オブシリーズなどで楽曲担当をした日本のトップ作曲家桜庭元井さん。また開発チームは童話系 MMORPG アッシュテイルの開発に携わったメンバーも参加しております。ツリー・オブ・セイバー・ネバーランドは絶賛サービス提供中のツリー・オブ・セイバーシリーズ最新作となっていて、 2.5D による手書き風の絵柄が特徴的で、ロールプレイング要素が大幅にアップし、明確な戦闘職業以外にも生活ジョブが充実しており、それぞれが役割を明確に持っていて、どの生活ジョブも廃れることなく活躍できるゲーム設計となっているのも良い点。例えば料理人が戦闘バフ料理を調理し、錬金術師が回復ポーションを作り、職人がダンジョンのツールを修理したり、 NPC が売っていない高級品を各ジョブがどんどん作っていき交換し合うことも可能。こういった要素から MMO の醍醐味である他プレイヤーとの交流も盛んになり、ゲーム内経済も活性化できて結構盛り上がりそうな感じがしますよね。またもう一つの売りである戦闘体験においては、海外版の先行プレイをしている方の映像を見ている限り RPG としてそれぞれ自分の役割が明確化されていて、 MMO としてしっかりと遊べる内容となってます。見た目以上に MMO としての遊びとなっているので、ガチで MMO を遊びたい方にもおすすめのタイトルと推察します。この辺は今回の TGS で使用できたらまた改めて動画出そうと思います。続いてのタイトルはレゾナンス無限号列車。リリース日は見て、ジャンルは鉄道アドベンチャー RPG。 開発はゲームダッチ。プラットフォームは iOS、Android。 本作は業界を代表する豪華クリエイターの方々が集結していて、楽曲提供は進撃の巨人、7つの大罪、鋼鉄城カバネリなどでおなじみの日本を代表する作曲家沢野博之さん、アニメーター、メカニックデザイナー、監督として活躍する大張正美さん、さらに日本のアニメ業界を牽引する制作会社プロダクション IG が手掛けるアニメーション。声優陣には紀藤あかりさん、伊勢マリアさんなど豪華声優陣も参加し、かなり力の入っているタイトル。実際に本国版が昨年末にリリースしており、先行プレイしたんですが、アニメーションシーンは力が入っていて見ていて楽しめる内容となってました。当然それ以外のバトルややり込み要素についても充実していて、全体通して良作となってます。簡単に本作の概要をお伝えすると、物語の概要は地球に突如未知の生物が現れ、災害に見舞われた人類は独自の方法で復興を遂げ、災害で分断された各地に点在する町と人々を鉄道でつなぐ組織、鉄道同盟によって残された人類の集落をつなぎ、希望に満ちた重要なツールとなっている。主人公は車掌となり、仲間たちと共に都市間の貿易活動と支援活動を通じ、この混沌とした世界の謎を解き明かしていくといった内容。本タイトルの目的はポストアポカリプスな世界に点在する都市や街を走行列車エターナル号で物資の運搬や旅客の輸送依頼、都市間の交易活動、さらに未知の生物の討伐を通じて市民からの信頼を得つつ、仲間たちの育成やエターナル号の強化を行い、遠征先を伸ばし貿易の幅を広げていくといった内容。
昨年末に中国版を先行プレイしたところ、キャラのデザインや BGM などよくできていて、さらに売りである列車を利用した都市間の移動や貿易、列車の強化などやり込み要素も強く、遊び応えのある内容となってます。バトルにおいても RPG 要素がしっかりとあり、前衛中衛後衛それぞれに適したキャラを配置し、戦略性のある戦闘が楽しめます。可愛い 2D キャラがわちゃわちゃ戦う感じで軽いノリの感じがするのですが、実際遊んでみると結構難易度が高いです。この辺はどこまで修正されているのか不明ですが、ぜひリリース版では推奨戦力で楽しめるようにしてほしいです。詳しいことはこちらの動画で解説しているので、興味のある方はぜひご覧くださいませ。続いて紹介するタイトルはデュエットナイトアリス。リリース日は未定、ジャンルは全方位型ファンタジーアドベンチャー RPG、 開発はパンスタジオ、プラットフォームは iOS、Android、PC。出展企業であるパンスタジオはパニグレ運営でおなじみのヒーローゲームス傘下の開発スタジオ。そんな開発スタジオが手掛ける新作デュエットナイトアビスは、オープンワールド風のマップをパルクールアクションを駆使して移動し、爽快なバトルが楽しめる内容。3月に実施された CBT でプレイしたところ、ストレスを感じさせない移動アクションやランダム要素のあるマップ構成で周回を飽きさせないバトル、また様々なミッションが用意されていてやりごたえのある探索要素など、かなり楽しめる内容となってます。今回の TGS では前回の CBT からどれだけブラッシュアップされたかかなり気になるところ、こちらもしっかりと私有して後日改めて紹介しようと思います。続いてのタイトルは Neverness to Everness、 通称 NT。 リリース日は未定、ジャンルは超現実アーバンオープンワールド RPG、 開発はホッタスタジオ、プラットフォームは iOS、Android、PC。 結構このタイトル気になっている方も多いのではないでしょうか。ホッタスタジオといえば現当で知名度がぐっと上がった開発スタジオ。 NTE はアンリアルエンジン5を採用し、都市階段をテーマにした超現実アーバンオープンワールド RPG で GTA ライクな高自由度のプレイ体験ができるタイトル。売りの要素の一つとして反重力能力であるあらゆる場所を移動することができ、壁走りに関して重力の概念がないので天井を走ったりできるのはちょっと新鮮。さらにシームレスでロードを挟まずどこまでも移動できるので、移動にかかるストレスが低いのも特徴的。またサブ要素として不動産購入ができたり店舗経営なんかもできたりするみたいで、遊びの要素が満載となってます。バトルにおいてはキャラ入れ替え制で、入れ替え時にはそれぞれが特殊攻撃を行いつつキャラが入れ替わる仕様と推察しております。現時点で詳しいことは不明ですが、現当での良いところを踏襲し、さらにブラッシュアップした内容となっていそうです。全貌がまだわからないことだらけですが、前回うちのチャンネルで考察動画出しているので、興味ある方はぜひそちらをご覧くださいませ。 TGS での私有が可能なので、このタイトルもしっかりとプレイしてレビュー動画出したいと思います。ということで、駆け足で TGS 気になるタイトルピックアップ紹介してまいりましたが、いかがでしょうか。当然今回紹介したタイトル以外にも注目ブースがいくつもあって、特に SIC ブースは4年ぶりとなる大型出展となっていて、アストロボットやモンスターハンターワイルズを中心とした PS5 向け新作タイトルの私有ができたり、通年通りの国内大手開発スタジオによる新作私有など楽しめる内容が詰まっていると思います。今回も TGS 当日のレポート動画出しますので、遠方で足を運ぶことができないという方はぜひそちらの動画を見ていただけるとありがたいです。ということで、チャンネル登録お済みでない方はぜひこの機会にチャンネル登録高評価ポチッとお願いします。それでは今回はこの辺でご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。